室仁の新音楽屋は。道を車自分で行く？いやいや、知り合いのミュージシャンと2人で回るんですよ。だから内容も半々でいいでしょ。ああ、そうかそうか。ちょっとセッションで行くから、はいはいなんか一人で2時間やるよりもはい。なるほど。ね、体調確かに。はい。はい。そんな感じでツアーにお忙しくいろいろ全国を、ライブをしに回っているらしいですが、今日のゲストはですね、この番組、新音楽屋は、ご挨拶遅れました。私小室仁です。こんばんは。この番組はさまざまなジャンルのアーティストをゲストにお迎えしまして、トークとアコースティックなライブを、お楽しみいただこうということで、それでね、今も話が弾んでたんですから、ツアーなんかしてるんですよみたいな話をしておりました。今日のお客様、中川勇人さんです。よろしくどうぞ。久しぶりです。久しぶりです。そういうわけで、ツアー、知り合いっていうとどんな人と回るんですか？まあ主に関西で活動しているミュージシャンなんですけど、ギターと歌両方やるんですけど、だからまあちょうどいいというか、セッションの時にじゃあ感想を取り合いしようかとかね。だから一人ではもう2時間ようやってた思ってね。しかも一冊ちゃんの場合はギターにプラスいろいろ付属のものがいるでしょ。まあ機材ね。機材が。荷物がだから結構多いのが負担になってきてね、最近。そうだよね。一人で列車移動で大変ですよね。毎回京都駅がどっかでなんか重そうなものを持った。あの時ね、外人のギタリストを招聘して来てもらって一緒にツアーしてたんですよ。アイルランドかなんかですね。そんなあの頃は元気でしたね。みたいな話を言った弱気なことも言っておりますが、心は強気なんですよ。はい、今日もゆっくりお話を伺おうと思います。よろしくどうぞお願いします。はい、お願いします。やっぱあそこまで重いものはもうだからまあ今機材も相当減らしました。黒は同じなんだよね。それはそうなんですよ。だから都内は手持ちできます。都内では送らん。送るわけいきません。だからね、いろいろ荷物の運び方なんかについて情報を交換したりなんかしながら、やってきて何年やってますか、中川勇人さん。ちょうど45年ですね。1969年に風船に参加したのが最初です。5つの赤い風船に、はい。まあユニプロの始まりですね。そんなわけで今日は、ギタリスト、もちろんボーカルも歌うんですよ。でもメインとしては、ギタリストの中川勇人さんをようやくお迎えしました。というのも、以前この番組にね、押尾コータローさんが出てくれて、そしたら押尾さんがね「ちょっと待ってください、師匠より僕早く出させてもらうわけにはいきません」とかって言って言っとったので、もう早く勇人ちゃんに来てもらわないとね。というか、昔から律儀なやつでね、なんかすごい年月経ったけどもいまだにこういう姿勢でずっとそう対応してくる。だからようやっと今日ね中川勇人が出てくれたということで、孝太郎さん枕高くして眠れたわけですも気が気じゃないみたいな。かな。45周年ってということはそのギターはそのためにできたの？そのために作ってくれたんですね。で去年から話はマーティン社にしてて、来年45周年ですね。皆さん聞いてください。まずそのギターのことやら何やらお分かりにならない方にはどうでもいい話かもしれないんですけど、マーティンっていうギターのアメリカに会社があって、これはもう僕らにとってはもう本当に高嶺の花だった時代がありまして、今だって高嶺の花なわけだけど、そういうあれですよ。有名どころではエリック・クラプトンがアンプラグドというね大ヒットしたアルバムを作った時に使っているのもマーチン、あるいは、サイモンとガーファンクルのポール・サイモンが使っているのもマーチン、ニール・ヤングもそうですね。ニール・ヤングも、そのマーチン社が中川勇人の45周年のためにギターを作ってくれたのがそれ。何よそれ。いやというか以前ね12、13年前に、僕と吉川忠平さんと2人の記念モデルをシグネチャーの、作りませんか話あったわけ。でそういうつながりがあってマーティン社と縁ができて、
じゃあそれはもうすごい45年めでたいからまた作ろうとか言い出してくれて。すごいな、そんなこと誰にでもあるってもちろん話じゃないわけですから、世界のマーティンがね中川勇人にギターを作るっていうことはもうリスペクトはもちろんしているということなわけだから、まあすごい嬉しい、ありがたいですね。ねえ、かつて考えられない、すごい僕らにしてみれば本当憧れるギターでしたからね。もう本当にジェラシーですよ。本当に尺に触るみたいな。それですね。そうです。ちょっと持ってみてくださいそれ。ちょうどサンバストンとそうにしてね。うん。でこれも指定したんですよ。なんだった。マーチン社のサンバストで時代ごとに微妙に色が濃くなったり、薄い色だったり。はい。それは僕好きなのは薄い時代のサンバストで、調べたら1930年代がそういう塗装やったらしいね。そしたらやっぱりすごいですね、データがみんな残してまして、それ調べてくれて塗料の配合具合とかを一緒にしてくれたんです。そういう注文を聞いてくれる。聞いてくれたんです。うわすごいな。45周年でマーティンが作ってくれたギターにさらにこれからの楽曲を弾くために何をしたんですか。これは5ミリ幅の紙テープで弦を1弦か4弦まで弦を挟み込んでるんです。まあミュートで済んでたから。ミュートっていうのはつまりなんですわ、そのギターで要するにこれが普通に弾いたんだとするとこれをミュートするとそれでポコポコ、これはここでミュートしてるんですね。ちょっとこう弦をこのブリッジのところにちょっと当ててこういうふうになるんですけれども、それをこうしなくてもいいようにで上の弦までやっちゃうと弾けないんで、ああそうだ、細かい奏法がね、それで低音はまあ今の形でここでミュート弦に軽く触れて音消しちゃう、そうしたらこういうポコポコ、で上もこの前もうミュートしてるわね。ミュート、紙それは伊達ちゃんがやってんじゃなくて紙がやってんだ。紙がやってだからそんなことするかというと、日本とかの和楽器昔から伝わってるので、全部鉄弦じゃなくて、それこそ昔はガット弦に絹の弦張って、今はナイロン弦張ってるんですけど、音色が鉄弦の音じゃないんですよね。ないない。で丸い音で、で残響も実は短いんですよね。年末の除夜の鐘、あえて100やつ鳴らす時に一つゴーンと鳴らした余韻が消えるまで次打たないんですよね。で結構長い間でしばらく余韻があって、それで2つ目を鳴らすみたいな。そしたらその間に、まあ日本人だけなのかアジアの人共通なんか分かりませんけど、ああ年末やなとか考えるわけですよね。余韻の中で。そうそう、余韻があるから考える間が。なるほど。でそういう民族やなので分かったんです。そしたら鉄弦の弾いた時に余韻が長いと、音がつながって聞こえますよね、細かいフレーズ弾くと。だからまあこれみたいにつけて押さえてやるとなんかそこで感じるいうふうに捉えてくれるんですね、聴いてる人が。で自分で実際にこうやってライブとかやってみたら気持ちいいんですよ、その隙間がある方が。でそういうふうなサウンドを発見してからはあえて音数の少ない曲を書くようにします今。なるほど。それで音と音の隙間を楽しんでもらうと。でなんか欧米人とは右脳左脳が逆らしいですね。右脳左脳が。音を聞く方が欧米人とは反対側らしい。でそのいい例が欧米だと寺院とかお寺の鐘鳴りっぱなしでしょあれ。間がないんですよね。確かに彼らはそれで普通に聞こえてる。僕らだけでうるそれじゃない。なるほど。だから欧米人は日本の寺の鐘聞くと間が持たん、はよ鳴らせとか退屈やみたいな。そうあこれやな思ってね。なるほどね。それでそのミュートした、このギターを使って弾いてくれるのが、ギターソロ星めぐりの歌。
宮沢賢治。ええ。ね。だから童話集でもね、言葉が独特の東北の、でそれがね生き生きしてるんですよね。そうそう。で右の爪はどうなってるの？これ付け爪してますね。付け爪か。ええ。ピンポン玉をね。これが噂のピンポン玉や。ええ。安いんですだから。これちょっとどっかカメラに見せてあげてください。ネイルサロン行ったらね、こんなん5、6千円しますよ一回。これほらピンポン玉が先っちょについてるんですよ。何剥がれないの？ね、10日間ぐらい大丈夫ですね。それで付け直すの？それとも新しいの作る？ちょっと爪休ませて。うん。ああそう。他に何か工夫はしてるの？その。これはギター本体に。ギター本体に何かしてる？二弦こんな風になってるでしょ。あ、そうそう。これ二弦を引っ張る装置がねついてて、ストリングベンダーというんですけど、普通よくこのチョーキングね。チョーキングしますね。これストラップ引っ張ると。なんかここ動いてますよ、ここ。このレバーに。ここです。このレバーにつながってます。ちょっと動かして、それをギュッと。あ、動いた。おお、下がった。へえ。おお。なんじゃこれ。わあ。おお。だからこのボディの中に装置本体があって、太いスプリングでこれをギターの重量で下がらないようになってます。引っ張り下げないと作動しないなって。でもそれはさ、どこのを弾く時か分かってないといけないわけだよね。そうですね。だからまあ使い方のフォームとかあるんですけど、押さえ方を何種類か理解しておいて、それをフレーズの中にベンドを。この2弦だけなんだね。そうそう。2弦だけですね。これもギター奏法っていうわけかな。これはどういうんですかね。全く。まあスティールギターの好きな人が最初ね、もともとエレキで発表されたんで、エレキに取り付けて。ペダルスティールギターの人なんかがね、ベンダーをそれがもう70年代に出てましたからね。その指板のところの数字は何ですか？これは13フレットに13。普通は7フレットとかね。入ってないですね。12フレットとか。それがこれ10フレット。5、7、9、12ですよね。10と13です。でイサトという。13の10でイサト。ダジャレかい。ただね、12フレットはまあ下からわっていって押さえることが時々あるんですけど、最初慣れんのにね、13に目がいってポジション間違うたりありましたよ。自業自得や。そう。今もう慣れましたけど、これ仕事な思ってね。おかしいこといろいろしておりますが、そういうことでギターに工夫を重ね、もう弾き方はもう当然行くところまで行って、押尾コータローさんが師匠と呼んで、リスペクトしているわけですけれども。もうね、まあ押尾もそうですけど、僕らからしたら下の世代で、でまあ押尾よりもっと下の世代も出てたのがね、いっぱいギター演奏で。そしたらもう当然もう年齢的にも彼らは対抗できないわけで、同じことやってもこれはいかんなっつうのもあって、こういうのをいろいろ取り付けてなるほど。でこれを僕ら飛び道具と呼んでるんですけど、最後は飛び道具しかないなと。なるほど。味とね。なるほどね。そういうことです。そうか。これはじゃあ押尾コータローには少ししばらく内緒にしておいて。それでは、フォークソング、アメリカの王道のフォークソングいきましょう。500マイル、お願いします。もしも僕がい
なくなったら汽車の汽笛が鳴るよ 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles 遠くで汽笛が聞こえるよ家の明かりも街の明かりも遠く離れてゆくよ500 miles, 500 miles, 500 miles, 500 miles 家を離れて500 miles 着替えのシャツと少しの金とそれだけでいいのさ僕はレールの続く遠いところまで僕を乗せておくれ容疑者よもしも僕がいなくなったら汽車の汽笛が鳴るよ 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles 遠くで汽笛が聞こえるよ100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles 遠くで汽笛が聞こえるよありがとうございました。フォークソングの名曲500マイルを一緒に歌わせていただきまして光栄でありました。もうなんか目頭熱くなってきます。いやいやいやこういう昔の曲やるとね。なんだかね。けどあれですよ、大昔、僕なんかギター始めた頃、昔朝日ソノラまでこのサンダー出しあったでしょ。PPM スタイルの。あれに出会って。できっかけはあれからですよ、フィンガースタイルのギター。あれ本当にわじゃあ若干きっかけが僕にあるっていうの。あと有山もね。淳二さん。僕も有山をあの頃に小室さんのそのシートので勉強したんです。ご迷惑おかけし。いやご迷惑やない。いや今日は本当にいろいろギターの話もたっぷり伺いまして。こちらこそ。ありがとうございました。はい。お邪魔しました。楽しかったです。また一緒にやりたいと思います。ぜひありがとうございます。また遊びに来てください。はい。どうもありがとうございました。はい。今日は中川勇人さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。